皆様こんにちは、セリナです。今回はクレトポーボーテホリデーコレクション2025より10月21日全国発売オンブルクルールクアドリ504ル・レオスールデクラ110 10月15日伊勢丹ビューティーオンライン伊勢丹新宿店伊勢丹ミラー東京ミッドタウン日比谷店限定発売オンブルクルールクアドリ505ル・レオスールデクラ111をご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今年のクレートポーボーテは華やかなパッケージのデザインと大人っぽいカラーニュアンスがとても人気ですよね。アイシャドウは全国発売の504と店舗限定カラーの505をそれぞれパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックでご紹介します。ハイライトも全国展開カラーと店舗限定カラーをそれぞれパーソナルカラーレビューした後、半眼ずつに塗ってカラーや仕上がりの違いをご紹介していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。他にもホリデーコレクション2025のレビューはもちろん、人気アイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。クレートポーボーテドリームズエクスプレスコレクション。運命の呼びかけ、夢の旅が始まる。好奇心旺盛なハチドリに導かれ、金色に輝く列車に乗り込むと、幻想的な夢の世界が幕を開ける。ご紹介するのは、オンブルクルールクアドリの限定色504パステルサファリ、505ジュエルドホライズン。対立をポジティブに変える魔法。サファリで仲良くお茶会をするヒョウとアンテロープ。対立する関係でもお互いを誠実に理解すれば、パートナーシップを結ぶことができるはず。光が海の色を変えるように表情までも変える。色彩や輝きの原点である光にフォーカスし、独自技術によって魅惑的な陰影のグラデーションを演出。つけたての鮮やかな発色と滑らかな質感が長時間持続。新発想のトリートメントアイシャドウでまぶたそのものを美しくします。カラー展開は全国発売の504パステルサファリ。伊勢丹ビューティーオンライン伊勢丹新宿店伊勢丹ミラー東京ミッドタウン日比谷店限定発売505ジュエルドホライズン。続いてル・レオスールデクラ110ラディアントピーフォール111パステルブルームズ。インスピレーションが放つ特別な光。神秘的な水晶玉の中に現れた夢の列車。未来を占うクジャクが広げたオハの不思議な模様に彼女は自分の中にある深い洞察力に気づく。プレシャスオパールの輝きに着目して生まれた表情を美しく際立たせるハイライティングパウダー。動いている時も静止した瞬間も内側から光を放つように上品な艶やかさで360度から目を引きつける輝く印象へと導きます。カラー展開は全国発売の110ラディアントピーフォール伊勢丹ビューティーオンライン伊勢丹新宿店伊勢丹ミラー東京ミッドタウン日比谷店限定発売111パステルブルームズ。まずは限定のハイライトパウダーを比較しながらご紹介していきます。ル・レオスールデクラ111ラディアントピーフォール。パーソナルカラーにおけると全タイプにおすすめ。肌なじみのいい明るいベージュに繊細なパールと微細なラメがナチュラルに光ります。パーソナルカラー問わず自然なツヤを演出したい時におすすめです。111パステルブルームス。パーソナルカラーにおけるとブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。ホワイトのベースにグリーン、ゴールドのラメが艶めきます。青みが得意な方、ブルーベース全般に使いやすいです。では片方ずつにそれぞれハイライトをのせて実際のカラーや質感の違いを見ていきます。まずはこちら側に全国発売をする110を塗ってみます。
今回の限定カラーは表面に大粒ラメが吹き付けてあって、一番最初に使用するときはラメがしっかり肌に乗るそうです。私は手の甲でスウォッチをした後なので、ラメの吹き付けがない状態での仕上がりや質感を見ていきます。目の下からこめかみに向かって C ゾーンに入れていきます。手元で見た時もかなり肌なじみが良くて、とても繊細なハイライトだなと思いましたが、肌の上にのせてもこんな感じでギラつかず上品なツヤが乗る感じでとても綺麗です。はい、まずはこちら側半分に全国展開カラーの110を塗ってみました。微細なパールが光を反射して内側から発光したようなパンと張り感のあるツヤ肌に仕上がります。近くで見るとこんな感じです。大粒のラメではなく繊細なパールと微細なラメ感でツヤを出してくれるので、毛穴や凹凸も悪目立ちせず派手になりすぎないけれどツヤ感を与えてくれるようなハイライトです。顔を動かすと若干ピンクやパープルのニュアンスも楽しめますが、主張しすぎないのでいろいろなシーンに安心して使いやすそうです。では反対側にはイスタン限定色の111を塗ってみます。こちらも110と同様、表面に大粒ラメが吹き付けてあるので、ラメを取った状態の部分を塗ってみます。こちらも目の下からこめかみに向かっての C ゾーンに入れていきます。110も見た目の印象とは対照的にかなり使いやすいですが、こちらの方がラメ感が強いので、よりしっかり光を反射するような感じがします。はい、こちら側半分にはイスタン限定色の111を塗ってみました。こちらもそこまでラメが大粒すぎるというわけではないですが、反対に塗っている110と比較をするとラメの量も多く、ラメの粒も少し大きめなので、より光をしっかり反射するような強い輝きを楽しめます。近くで見ると111のラメの粒の大きさとラメの量の多さがわかりやすいと思います。肌の上でもゴールドとグリーンのラメがしっかり見えるので、華やかさと透明感を両立させたい方にとてもおすすめです。ベースに白っぽいカラーがつくところもよりこのハイライトの華やかさを演出してくれているなと思います。どちらのハイライトもとても上品な仕上がりなので使いやすいですが、比較をすると110の方がよりラメ感が穏やかで内側から発光したような自然なツヤ感なので、シーン問わずに肌に自然なツヤ感をプラスしたいという方におすすめ。派手になりすぎない程度にラメを楽しめて、グリーンとゴールドで透明感と華やかさを両立させたい方は、伊勢丹限定色の111がより使いやすいかなと思います。絶妙なニュアンスの違いですが、どちらもとても綺麗だなと思います。では、ここからは数量限定のオンブルクルールクアドリをご紹介していきます。まずは全国展開カラーの504です。オンブルクルールクアドリ504パステルサファリ。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏におすすめ。ほんのりくすみ感のある明るい青みパープルに、ブルーとピンクの大粒ラメがきらめきます。青み、明るさ、程よいくすみ感が得意な方、ブルベ夏全般に使いやすいです。右上はイエベ秋におすすめ。くすみニュアンスのライトブラウンに、ゴールドの微細ラメがたっぷり艶めきます。黄身、くすみが得意な方、イエベ秋全般のベーシックカラーにおすすめ。左上はブルベ夏、イエベ春におすすめ。ニュートラルな明るいピンクのベースに、ピンクやレッド、ゴールドのラメがきらめきます。イエローベース、ブルーベース問わず、明るさ、淡さが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトサマー、ライトスプリング、ブライトサマー、ブライトスプリングにおすすめ。右下はイエベ秋におすすめ。ダークな黄身ブラウンにゴールドのラメがきらめきます。黄身、深みが得意な方、イエベ秋全般におすすめです。では、パレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りして、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まず、左上のカラーです。こちらはかなりしっとりしていて肌に溶け込むような粉質です。絶妙な透け感もありながらもしっかりカラーも楽しめます。1色目、単色塗りだとこんな感じです。程よく透け感の残るふんわりしたくすみパープルのベースに、ブルーとピンクの大粒ラメがしっかり輝きます。粉質はしっとりしていて肌に溶け込むように馴染むので、大粒ラメですがザラつきも気にせずに使いやすいです。
幻想的な透明感カラーでとても可愛いですね。続いて右上のカラーです。こちらも絶妙な透け感があるので、パレットの見た目よりも暗くならなくて使いやすいブラウンカラーです。2色目、暖色塗りだとこんな感じです。くすみニュアンスのライトブラウンですが、指で何度かしっかり塗り重ねても意外と濃くなりすぎないので、ベーシックなベージュアイシャドウとしてシーン問わずに使いやすそうです。ゴールドのラメがアクセントで光るところがとても可愛いです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらはクリーム質感のアイシャドウベースです。ベースはほぼクリアに発色して、大粒のラメで色味がつくような感じですね。こちらもすごくしっとりしているクリームタイプなので、ラメのざらつきは気にならないです。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。まぶたの上にのせると青みピンクのラメはもちろん、レッドやゴールドなどの温かみのあるラメも同じくらい際立ちます。しっとりしているクリームテクスチャーなのに、ここまでしっかり大粒ラメが楽しめるのもすごくいいなと思います。最後、右下のカラーです。こちらはこのパレットの中でも一番発色が強くてダークなブラウンです。目元をしっかり引き締めたい時におすすめですね。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。かなりダークで深みのあるブラウンカラーにゴールドの微細ラメが角度によって光ります。目元のコントラストをはっきりつけたい時に活躍してくれそうなシメ色です。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では504パステルサファリパレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まずは左下のカラーを指に取ってワンまぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらはクリームタイプのアイシャドウベースなので、まずはまぶた全体に仕込んでおきます。しっとりしていますが、伸ばしていくと表面にベタつきは残らないタイプなので、上からパウダーのアイシャドウを重ねてもとても使いやすいです。続いて右上のカラーを指に取って、ワンまぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。柔らかいライトブラウンを重ねて深みを出していきます。ピンクのラメと組み合わせるとベーシックな中に華やかさがあってとても可愛いですね。付属のチップの細い面に戻って下まぶた全体にのせていきます。下まぶたにのせても暗くなりすぎない程度に陰影をつけてくれるので、ものすごく使いやすいカラーだなと思います。ツヤ感もあるので可愛いですね。続いて右下のカラーを指に取ってワンまぶたの目尻3分の1にシメ色としてのせていきます。しっかり目元を引き締めてくれるカラーで深みを出しておきます。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にかけていきます。最後にパープルを重ねて華やかさを演出していきます。504パステルサファリパレット全色を使ったメイクが完成しました。大粒のラメが光るピンクと寒色のパープル、そして肌なじみのいいベージュとダークなブラウンと華やかなカラーとベーシックなカラーがバランスよく配置されているパレットだったので、全色を使っても派手な印象になりすぎず、浮かないけれどしっかりカラーを楽しめるような絶妙な目元に仕上がりました。今回は左上のパープルをメインにしたかったので、最後にアクセントとして全体に重ねてみましたが、使い方次第で色々なニュアンスのメイクが楽しめそうだなと思います。引きで見るとこんな感じです。では、伊勢丹限定色の505ジュエルドホライズンをご紹介していきます。オンブルクルールクアドリ505ジュエルドホライズン。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏におすすめ。明るいパープルにシルバーやブルーの微細ラメが散りばめられています。青み、明るさ、くすみが得意な方、ブルベ夏全般におすすめ。右上はイエベ秋におすすめ。くすみの強いカーキブラウンにゴールドのラメがきらめきます。黄み、深み、くすみが得意な方、イエベ秋全般に使いやすいです。左下はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。クリアなベースにブルー、パープル、シルバーの大粒ラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般のラメカラーにおすすめ。右下はブルベ冬におすすめ。高発色なブラックに
ゴールド、シルバー、パープルのラメがきらめきます。青み、深み、強いコントラストが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ディープウィンター、ビビッドウィンター、クールウィンターにおすすめ。では、パレット1色ずつをまぶたの上に暖色塗りしていきます。まずは左上のカラーです。こちらはパレットのイメージよりも意外と濃くつきすぎなくて、程よい柔らかさが残ってくれるようなパープルカラーです。中に入っているラメも大粒で綺麗です。1色目、暖色塗りだとこんな感じです。504のパレットの左上のパープルカラーと一見似ている感じがしますが、こちらの方が赤み寄りのパープルなのと、くすみが抑えられている感じがします。指でなんとかしっかり塗り重ねても、このくらいふんわりしていて、濃く深くなりすぎないところも使いやすいです。ブルーとシルバーの明るめのラメがチラチラ輝くところも可愛いです。続いて右上のカラーです。こちらはカーキに近いようなくすみの強いブラウンですね。ラメもしっかり輝いて、コントラストがとても綺麗です。2色目、暖色塗りだとこんな感じです。パレット見たままの深みとくすみの強いブラウンカーキが発色します。目元にしっかり陰影とメリハリをつけたい時におすすめなカラーです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらはクリーム質感のアイシャドウベースです。504のパレットと同様にかなり大粒のラメの華やかさを楽しめますね。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。透け感のあるベースにたっぷりの明るいブルーラメとポロのようなピンクの大粒ラメがアクセントに輝きます。透明感抜群でものすごく可愛いです。大粒ラメを楽しみたいけれどラメのザラつきは苦手という方にも使いやすい質感なんじゃないかなと思います。最後、右下のカラーです。こちらはかなり高発色なブラックです。ダークでしっかり発色しますが、しっとりしていて肌に馴染んでくれるので、意外と調整しやすいです。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。ベースのブラックは意外と強くなりすぎないのと、脱色のラメも輝くので、ブラウンの代わりの締め色としても使いやすそうだなと思います。まぶたの上に乗せるとシルバーのラメが一番華やかに輝きます。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは505ジュエルドホライズン全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずは華やかなラメをベースに塗っていきます。続いて左上のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。意外と柔らかいパープルカラーになってラメと組み合わせるとこんな感じで程よい血色感をプラスしてくれてとても可愛いです。続いて右下のカラーを付属のチップの細い面に取って下まぶた全体にのせていきます。深めのカーキブラウンを細いチップで塗って目元をしっかり引き締めておきます。最後、右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。アイホール全体には明るめのニュアンスで仕上げているので、締め色はしっかり塗って目元を引き締めておきます。505ジュエルドホライズンパレット全色を使ったメイクが完成しました。全色を使うともっとダークに仕上がるのかなという印象でしたが、左の2色が意外と明るめで柔らかめのカラーだったので、左2色をメインに使うと透明感の中に程よい大人っぽさも感じられるかなりバランスのいい目元に仕上がりました。特に左下のクリームベースに大粒のラメがたっぷり入っているので、このカラーをメインに使うと明るく透明感あふれる目元に仕上がってくれます。引きで見るとこんな感じです。はい。ではこんな感じで、クレート工房店のホリデーコレクションをご紹介していきました。今回のアイシャドウは、ベーシックなカラーと華やかなカラーがバランスよくセットされているので、全色を使ってメイクをしても浮かずにカラーメイクを楽しめたり、
使い方次第でいろいろなシーンに活躍してくれるんじゃないかなと思いました。全国展開カラーは10月21日からの発売ですので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。